それね、脳のバグだなって思っちゃうの。恋は脳のバグ。お泊まり会。Hey, what's up, everybody? アミのお泊まり会へようこそ。お泊まり会は LGBTQ のお友達を招いてゴロゴロしながらゆるく語り合う番組です。今日のゲストはみなちゃん呼んでます。Come on in! はじめまして。じゃあ早速ですけれども、みなちゃんのジェンダー、セクシュアリティ、好きな食べ物をどうぞ。ジェンダーは女性です。セクシュアリティがロマンティック、多分今のところ。好きな食べ物は辛いラーメンです。辛いラーメンちなみにロマンティックって何ざっくり言うと恋愛感情がないっていう風にくくられるものなんだけど、私の場合はいわゆるポーってなんかエフェクトが出るみたいな、うっとりしたりとかドキドキしたりとか、そういうのがわからないかな。見た目で惹かれるってことが全くないみたいな。好きな絵があるみたいな、あ、私モネの絵好きみたいな感じでこの絵と付き合いたいとか、この絵を独占して誰の目にも触れないようにさせたいとかないじゃん。多分ある人もいるかもしれないけど、今日のテーマは恋 vs 愛です。恋と愛ってなんか似てるようで全く違うものだと思うんだよね。そうかも。だからその辺をちょっと語っていきたいと思います。恋愛感情がないからすごい研究したんだって。研究して、そう告白された時がまず毎回いつもびっくり。今付き合ってる人も私に対してすごいフラグを立て続けてたつもりらしいんだけど、全然気づかなくて、自分のこと好きじゃないのみたいな。こんなに親しくしてて付き合わないとかあるのみたいな研究した結果、人がこういうところでときめくんだっていうのが分かってきたってこと？それは反省としてやっぱ人傷つけちゃうからなんで笑ってんの？なんか付き合ってる人にサイコパスとか言われることあって、ロボットとか感情ないのみたいな。もしさ、私がさ他の人好きになったらどうするとか言われた時に応援するみたいなでもそれはその人を愛してるから幸せになってほしいからだから。でも例えばだけど恋愛感情ないって言ったらってなるかもしれないけど、そんな最初好きじゃなかったけど付き合ってみたらすごいしっくりして、そのまま何十年も仲良しでいるとかいう夫婦とかはいるんじゃないかなって。今付き合ってる人は親友って感じ。親友だし、なんか父親みたいな時もあるし、家族愛に近い。家族愛に近い、本当パートナーって感じ。恋と愛って極論どう違うと思う？難しいよね。人によって違うと思うけど、私にとっては自分の目的を優先させるか相手を優先させるか。恋は付き合いたい、自分の手の中に入れたいとか、束縛したいとか、そう別れたくないとか。愛は相手がこうしたいって言ったらそれができるために何が最善かを考えて、その良き理解者になったり支えになったりできたら愛かなって思う。それでうまくいかなくて離れちゃったらそれはマッチングの問題かなって。でも一般的に付き合ってる人ってその愛にたどり着くまでがすごい難しいよね。自分のエゴとかが勝っちゃってやっぱみんな別れちゃう。浮気も今付き合ってる人よりも自分のエゴを優先させたっていう行為の結果。なんか難しいなそう今日新しいコーナーを勝手に作りました。アミの恋愛相談コーナーでもちなみにうちが恋愛相談をする方です大丈夫それ？いやね、3年前にバレンタインデーに振られたんですよ。つらつらでそっからずっとシングルなのね。意外。何が問題なのかちょっと伺いたいなと思ってもっとヒントあげないからいきなりさ人にさ尋ねてさすいませんどこ旅した方がいいかねって言うぐらいおかしいよそれうまいね。いいなって女性は思ったりする、女性だよね。そう思ったりするのとかは多いかもしれない。だいたい同じパターンになっちゃうんだけどうちはその子のことをすごい好きになるの、でも相手に自分今シリアスな関係求めてないからみたいな感じで言われちゃう。
じゃあ結構ちゃんとした相手を求めているんだ。うちうんそうだね。今自分はちゃんとした相手を求めている状態ですっていうのが相手に最初から分かった方がいいかも。そうするとミスマッチを防げるよね。なるほどね。でもそれって言うの？私すごい真剣な出会いを求めてるんでいかがですか？好きな人とかいるのとか聞かれたらいないんだけど、そろそろちゃんと真剣な恋愛したいと思ってる、真面目にみたいなうまい感じに入れていくとかすると遊びの子は来ないじゃん。そうね。遊びオーラが少し出てるんじゃないうち俺らお互いなんかこなれオーラが出てるからなんか近づいてくる女もそういうこなれてる感の子が近づいてくるんで多分自分を分析するのも大事かなって思ってて、そのこなれ感とかが出てるっていう自覚があるのであれば、ちょっとかっこよくないけど真面目な部分、一途な部分とか出してみたりとかすると、あ、こんなチャラっぽい感じなのにそんな愚直に思ってくれるんだみたいなギャップ。まずいいなって思ったら友達になることを目標としてみてはいかがでしょうか。今のを心に留めて頑張ります。解決解決本当に頑張ってください。ということで本当はもっと長々と喋っていきたいんですけれども、ちょっと夜も更けてきたのでこの辺でお休みしたいと思います。おやすみなさい。相手の子は遊びなんだなっつって遊んでくれるわけよ。でも自分は結構シリアスだから相手がビビって逃げちゃうみたいな。かわいそう。スイカだと思ったのにブドウの味したみたいなもんでしょ。